明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ハロー、こんにちは、大家好。なるです。今年最初の動画ということで、今回は日本のお正月について紹介しようと思っています。最近話す系の動画が続いていますが、皆さん飽きていませんか？ラジオ感覚で聞いてください。リスニングの役に立てば嬉しいです。この動画の後半には去年の最後の動画で話したグループレッスンについて詳しいお知らせがあるので、ぜひ最後まで見てください。それではスタート。もしこの動画が早い、遅いと感じる人は YouTube の設定から速度を変更することができます。調整して聞いてください。まずは挨拶です。動画の最初でも言いましたが、新しい年になったら、明けましておめでとうございますと言います。これと一緒に、今年もよろしくお願いします。セットで使うことが多いです。では練習してみましょう。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。OK ですか？友達同士やカジュアルな場面では、明けましておめでとうございますを省略して明けおめ。今年もよろしくお願いしますを省略してことよろということもあります。明けおめことよろ、明けおめことよろ。私の子供の時のエピソードなんですが、お正月に誰かに明けましておめでとうございますと言われたら、ありがとうと返していました。おめでとうございます。この言葉、他にもお誕生日おめでとうございます。合格おめでとうございます。こういう時に使いますよね。こういう時、ありがとう、ありがとうございますと返しますよね。それと同じ感覚でありがとうと返していました。私を祝っているわけではないので、ここでありがとうと返すのは変です。皆さんは明けましておめでとうございますと言われたら、同じように明けましておめでとうございますと返してください。あとは去年の最後の動画からあるこの正月飾りについて紹介します。日本ではお正月を迎える時に家の中や玄関にこういうお正月飾りを飾ります。これは造花です。100円ショップダイソーで買いました。これは梅もどきという植物だそうです。お正月には梅、松、竹などを飾るといいとされています。それぞれ意味があって、例えば松は一年中緑なので、不老長寿の象徴として飾られているらしいです。次はこれは鏡餅と言います。お餅の上にみかんが乗っています。本当は本物のお餅を飾るんですが、これは偽物で食べられないお餅です。これも100円ショップダイソーで買いました。ダイソーさん最高。次はこれ、白いから気づかなかった人もいるんじゃないですか？これは龍の置物です。中国日本文化には十二支という伝説があって、その年によって動物が決められています。今年は辰年なので、龍の置物を買いました。かわいい。十二支、12の動物、皆さん言えますか？これが言えたら日本語レベルだいぶ上級だと思います。いきますよ。ね、牛、虎、立つ、み、馬、羊、猿、鳥、犬、い。言えましたか？言えたらコメント欄で教えてください。ここには飾っていないんですが、正月飾りはまだまだあります。気になる人は調べてみてください。
日本のお正月の習慣、まだまだあります。次はこれ。日本はお正月に年賀状というハガキ、カードを交換します。こういうハガキです。親戚や友達、仕事でお世話になっている人に送ります。最近友達同士だったら LINE でメッセージを送り合ったり、お正月の画像を送り合ったりするので、こういうハガキを送ることちょっと少なくなったかなと思います。私も今回おばあちゃん実家3枚ぐらいしか年賀状を送っていません。こういう伝統がなくなってきて、ちょっと寂しいですよね。私もね3枚しか送ってないので私が言うことではないんですが、この年賀状余っているので、もし欲しい人、住所を教えてもいいよという人はインスタグラムの DM にメッセージをください。5人ぐらいだったら送ろうと思います。他には神社に行って参拝をします。1年で初めての参拝ということで、これを初詣と言います。神様に1年の健康や平和を願ったり、おみくじを引いてその1年の運勢を見たりします。その初詣の様子もちょっと動画に撮ったので、どうぞ。あともう一つ、日本のお正月といえばおせちです。おせちはお正月に食べる料理のことです。いろんな料理があって、これも料理一つ一つに願いが込められています。例えば栗きんとん、私が一番大好きなおせち料理です。これは栗と芋からできています。この栗きんとん、色が黄金色ですよね。金運上昇の意味が込められています。私はお金というより、この栗きんとんの味が大好きで、毎年たくさん食べます。このおせち、昔は手作りで作るのが普通だったんですが、最近ではデパート、スーパー、コンビニでもこのおせちが買えるようになりました。予約が必要みたいなんですが、日本に住んでいる人、ぜひ次回のお正月に食べてみてください。今回そのおせち料理の中でも、私が特に好きなお雑煮という料理を自分で作ってみました。じゃん！いただきます。いつもはお母さんとかおばあちゃんが大量に作ってくれるんですけど、今年のお正月は地元にいないので、恋しくて自分で作りました。お雑煮はお餅や野菜が入っているスープ、汁のことです。お餅を少し焦がしてしまいました。いただきます。久しぶりにお餅も食べた。美味しい。あ、待って。私天才かもしれない。最高。ちょっと焦げてる。汁も若干焦げた味がする。でも美味しい。日本のお餅って外国でなぜか甘いものとしての印象が強いと思うんですが、日本ではこういうスープに入れたり、私の地元では納豆と一緒に食べたり、結構しょっぱくして食べることが多いです。台湾とかイギリスで見たお餅は全部スイーツ？なんか大福みたいな感じ？ごちそうさまでした。新しい一年が始まったら、その年の目標を立てるという日本人も結構多いと思います。皆さんも一緒に考えてみましょう。これが私の今年のスケジュール帳です。辰年だから辰のマークが入っているスケジュール帳にしました。もう若干汚いですね。
この中に私がやりたいこと、達成したいことをいろいろ書いていきます。皆さんは今年趣味で何かやりたいことはありますか？私はいろいろあるんですが、やっぱり一番は旅行すること。今年は台湾にも行きたいし、ヨーロッパの方にも行きたいと思っています。あと着物でどこか出かけるのも今年は3回4回ぐらいしたいなと思っています。勉強の目標。私は今年こそ英語をちゃんと勉強したいです。毎年毎年英語を勉強したいと言っているんですが、なかなか英語のモチベーションが湧かないんですよ。でも皆さんが私の動画で日本語勉強を頑張っているので、私も一緒に英語勉強を頑張りたいと思います。仕事での目標は SNS を頑張りたい。SNS、YouTube や Instagram、TikTok などのことを SNS と言います。ソーシャルネットワーキングサービスの略ですね。去年から始めたこの活動、今年も頑張りたいと思います。もう一つはグループレッスンを開くこと。これもずっと2年ぐらいやりたいと言っていたんですが、なかなか実行にできなかったので、今年は実行したいと思います。ここからは私のグループレッスンの詳しい内容になります。去年の最後の動画でもグループレッスンについて告知をしましたね。その詳しい内容を説明します。初級のレッスンが2つあります。2つありますが、内容は同じじゃありません。ちょっと違います。1つ目のグループレッスンは本当にゼロから始めます。具体的な内容はこちらです。詳しく見たい人は動画を止めてみてください。初級1でのレッスンでは本当に日本語の基礎から勉強をします。基本的な肯定形、否定形の作り方、動詞の使い方、助詞の使い方を勉強します。2つ目の初級のクラスは動詞の変化から始めます。基本的な文法、助詞の使い方が OK な人、動詞の変化が難しくて一人では勉強できないという人、一緒に勉強しましょう。3つ目は基本日本語と旅行で使う日本語のレッスンです。3つ目のレッスンでは今まで日本語を勉強したことがない人、日本語の試験には興味がないけど旅行によく行くので旅行の時使える日本語を勉強したい人がおすすめです。すでに日本語を勉強したことがある人にとってこの3つ目のレッスンは簡単すぎるかもしれません。3つ目のレッスンは本当に日本語を勉強したことがない人におすすめです。皆さんが受けたいレッスンはありましたか？今回説明した内容は今のところの大体の内容なので少し変わるかもしれません。すでにアメージングトーカーの私のプロフィールのところに申し込みができるリンクを貼っておきました。時間や料金はそちらから確認してください。皆さんと日本語が勉強できるのを楽しみにしています。2024年皆さんにとっていい一年になりますように。今年も一緒に日本語を勉強しましょう。よろしくお願いします。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次の動画で。じゃあね。